皆さんこんにちは。花盛りの君たちへ、芦屋瑞希役山根彩です。皆さんこんにちは、梅田北斗役福山潤です。テレビアニメ花盛りの君たちへ第2クールの第6話アフレコが先ほど終わりました。はい、お疲れ様でした。はい、お疲れ様でした。アフレコの感想や本編の見どころをアフレコアフタートークとしてお届けしております。はい、福山さん久しぶりの2ご無沙汰して人でのおります。アフタートークです。いやでもあっという間に第2期6話ですね。そうですね、早いのなんのって。どうですか。なんなんか1期とこう変わったというか、なんか、2期の方がこうだなって思うこととかなんかありますか。いや、やっぱり1期の時って今思うとね、はい、やっぱり最初の頃ってさ、和気あいあいと楽しかったけど、はい、なんか楽しい話が始まったから一緒に盛り上げようみたいなみんなのさベクトルとかあったじゃん。ありました。でもそれが今根付いてるから、はい、すごく柔らかい感じのその維持、なんかテンションが維持されている感覚はいいいよね。確かにもうテストの時とかみんな聞いてる側が完全みんな観客だもん。そうですよね。ねなんかもうこう笑いこらえるとかないですもんね。笑うもんね。笑俺突っ込んじゃうもん。確かに福山さんは結構突っ込んでくださいますね。だからそれ確かにもうずっと楽しいの持続してますし、ほわあよかったです。ら前回さ、はいキュンキュンワードがあるって言ってたじゃん。はい、言ってました。今日もあったね。どうしましょう。ねえ。佐野がそんな好きだからに決まってんだろうが、ねえバーカ。あとさ、水木の耳元で言うじゃん。はい。あれ取りに行ってるじゃん、佐野絶対ち。ょっともう狙ってるっていうかもうやってます。いやあいつさ、はい。あいつさ自分の気持ちとかを隠さなくなってるよね、行動でもうどんどん、うん俺はこいつを手放せねえなのサンキューですよね。ちょそっとうモノローグでさ、なんかすごくなんかこう言うわけにいかねえんだ的なこと言ってるけどさ、はい行動が完全に答えを示してんじゃん。これ好きじゃなかったらやばいっす。そうだよ、あいつクソむっつりつけてるよ。イケメンだから許せねイケメンだから許せないんですか。イケメンじゃないと許されないやつじゃないですか。え。いや違う、もうやっぱそれいろいろ考えたの。あ、はい。イケメンじゃないとやっぱ成り立たないんですよあー。残念ながら。そうですよね。僕らの世界線の中では存在しないの、それは。確かにないかもしれません。そういくらメンタルイケメンでも許されないの、それは。もう、見目が良くないということですか。そういうことです。だからこれはね、あーもう本当に皆さんが見目麗しいからね、あーキュンキュンしっぱなしだし、あとね、やっぱりほら佐野がさジュリアの高校に行くじゃん。はい。で待ってるじゃん、いあそこのさ誰かの彼氏ってセリフが俺好きすぎて。言ってましたね、さっきも。はい。やっぱりほら女性の生態をあんまりよく知らないからその女子高生とかの、はい、だからすぐに誰かが校門の前にイケメンが立ってたら誰かの彼氏って直結するのが男からは結構不思議なの。じゃあ福山さんだったらなんて出てくるんですか。仮にそれが女性だったとした女性が男子校だったとして女性が立っていて、その制服とかを着てて、うん誰かの彼女ってならないんですか。ならないならない。なんて言ってそんなのが誰かと付き合ってるなんて思いたくないもん。ちょっと得しかだからうわ可愛い可愛いってなる。も。まずそこなんですか。可愛い。可愛いってそっちの方だと思う。まず誰かの彼女かなとはならないと思う。もうやっぱ女の子たちは結構そうですよね。なんかそのスタッフさんたちもこう本当にそれは向こうでうなずいてくださってるんですけど、女の子はもうすぐこうもうその状況が来たら誰だろう、誰の彼氏だろうになります。まずいやだから察しが良すぎるのよ。だってそういったところにこういう人がいるってことはこれこうがあってこうじゃないとここにいないですね、すっ飛ばして直感的に誰かの彼氏かなでしょ。そうです。もう男はそんな細かい頭ないから見たまんまトンボと同じうわ可愛いってでも本当に女の子たちの中ではやっぱこうファッションがちょっと変わったりとか、こう普段身につけてないアクセサリーがこう出てきたりすると、好きな人できたとか彼氏できたとかなるんですよ、やっぱ。でそれがみんな共通見解なんでしょ。だからそれに俺は驚愕をしてるわけだから男は絶対嘘がつけないわけよ。もう絶対そんなの普段と違う行動するもん。だけどそれをバレるなんて思ってないから、で突っ込まれた時にうわやっぱってなるじゃん。だってそんな普段の細かいことにまで気ぃつけてたらさ疲れちゃうじゃん。でもやっぱ気づいちゃうんですよ、女の子はキャッチしちゃうんですよ。ほら今の気づいちゃうんじゃんの顔の勝ち誇った顔みんなに見せられないこれアフタートークは見えない。もう気づいちゃうか、その匂いとかでも女の子気づきますよね。匂い匂いでわかりますよ結構。何の匂い？今日香水つけてるんだこの人とかやっぱ思うと、だっていろんな可能性があるわけじゃん。いろんな可能性あります。今日はちょっとお風呂入れなかったから、はい、ちょっと香水振っちゃおうだってあるかもしれないわけじゃん。あるかもしれませんね。だけどそうじゃないわけでしょ、そのセンサーの働き方は。そうです。やっぱ女の子っていうのは香ばしい話が大好きなんですよ。そっちの香ばしいなの？そうです。もう大好き。恋バナも、もう本当恋愛トークとかもう人様の恋愛にああだこうだちゃちゃを入れたい生き物なんですよ。やっぱそうなの？福山さんも結構そういう話なんかお好きそうって言ったら俺はそういう話に入れるんだけど、俺はもう人のプライベートに全く興味がないからもう誰と誰が付き合ってるんだかどうでもいいから。そうなんですか。違うだから本当にね
はい、俺なんかこう例えば僕らの業界とかでも、はい、なんか誰と誰が結婚したとかってニュースになったりする時に、なりますねそうだったんだと思うタイプだから。なんか確かにあの時ああでとかなんないんですか？なんないへえ。全くみじんも。でもなんか人に興味あんまりないっておっしゃってましたもんね。人に興味がないだと語弊があるんだけど、その通りなんだけどこの目の前にいるこの現場の中では興味あるのよ。だけどこの現場の外に出たら興味なくて、俺過去にマジであるこれ事例なんだけど、はい、1年間一緒に仕事をしてた人で、初めの時の印象のままなんだけど、最後の方に、はい、もうご結婚されてて、はい、ご解任もされててお腹も大きくなってるのに、俺はそのことに気づいてなくて、マジでなんか楽な格好してんなぐらい。人のどこを見ていらっしゃるんですか普段？いやだから俺その時に俺人間的に間違ってるのかもと反省はしたんだけどいやマジでいやだからなんだろう、みんなそんなに人に気遣ってんだと思って。でもベクトルが結構外にあるタイプなので、山根とかは結構、だからなんかまるまるさん今日なんか体調悪いのかなとか、なんか今日なんかおしゃれだなとか、すごい可愛く咲いてるなとか、もうパッてこう全体をずらって見た時になんかいっぱい入ってきちゃうんですよ。あんまりないですか？ちゃんと気づくのよ。気気づくんだけど、その気づくだけで終わっちゃう。言わないんですか？言わない。その靴可愛いですねとか言わないんですか？あとその靴が例えばネタ系だったらいるんだよね。多分それはなんかネタにしたいと思ってるはずだから。だけどそれが本当に可愛い系とかだったりすると、一番最初に俺が言うのは違くねっていうのがある。なんでですか？むしろそれ他の女性の方とかが行ってそこに尻馬乗った方がなんか良くない？なんとなく。いや俺はもう人のプライベートから興味ないくせに被害妄想だけはすごい強いから俺は被害者意識の塊だから、だから仮にね、例えばあなたがね、今スニーカーだけど多分ルブタンとか履いてくるとするじゃん、突っ込みたいんだけど俺が最初にルブタンに引っかかっていいのかなっつって。いいんですよ。なんで？別に良くないですか？誰でも良くないですか？誰でもいいんですよ、引っかかるのなんて。そうなの？私気づいたらなんかって言います。順番関係ないの？関係ないんじゃないですか？いの一番にこいつ引っかかりやがったって思わない？思わないです。俺ずっと今までどの人生生きてたのなんかよく見てくれてるんだなとか、すごいキャッチできる方なんだなぐらいしか思わない。可愛いと思ったら可愛いって言っていいの？それはまずいかもです。それはグレーかもですね。そうだよね、今の世の中ね、ダメだよね。可愛いってダメなんですかね？わかんない。今じゃこれね、若人たちにはない感覚かもしれないんだけど、もう言ったら俺も中年だからさ、中年はもうね、いかにして自分の発言がハラスメントかどうかのもうセルフチェックが入るわけ。その中で、同性に対してのものは結構緩いのよ。そうですよね。ただ異性の子、しかもそれが同輩レベルじゃなくて、やっぱり一回りぐらい下の子とかに関すると、もう必要以上に自分たちのチェッカーがあるから。もうほんとだってここ男子校の中じゃん、言ったらこの現場はさ、その中にさ放り込まれた子ウサギちゃんたちじゃん、女性陣たちは。下ネタなんか出てこないでしょ。下ネタ普通男子校だったらさ、もうおでのごとく下ネタばっかりだよ。そうなんですか？いや今の子たちわかんないけど俺らの世代はね、もう本当にね、もう泥臭い話、汗臭い話しかなかったんだけど、今はもうやっぱりみんなそこら辺はちゃんとやってるから、そうですね、もうここの男子校はね爽やか。確かに。でもなんか可愛いとかかっこいいとか、なんかそういう話あんまりないですよね。でしょ？全然聞いたことないです。なんかせいぜいって言ったらあれですけど、その髪型が水木と同じ短くしていった時とかに、後ろ姿めっちゃ水木だよねみたいなこととかはこう言っていただくんですけど、それこそそのなんかめっちゃその八代さんにめっちゃ佐野っぽいですよねとか、なんか立ち姿佐野ですよねとか、なんかそれぐらい、ほんとそれぐらいですよね、人のこうそういうところに触れるのって。でもね、そういうようなところなんだけど、触れていくじゃん。俺本来だったら触れるはずなのに今日触れれなかったことがあるの。何ですか？俺その B パートの本番の途中に気になったんだけど、終わった後も聞けなくて、いつも俺大体八代くんの隣に座ってるじゃん、大体がね。だけど今日ちょっとね、八代くんがいつもと違ったの。B パートで今回はさジュリアがメインともあったから、その佐野が結構椅子に座ることが多かったの。そこでパッて座った時に風は来るじゃん、座った時にさ、風めっちゃいい匂いしたのそれは言ってあげてくださいよ。いやだからこれちょっと俺思ったのよ、これ香水、いや違う、これ香水じゃないんだと、こいつの地の匂いだとしたらこいつやべえなと思うぐらいいい匂いだったんですか？いい匂いしたのよ。うわ、ちょっと八代さんのファンの方にぜひ聞いてほしいですね。八代くんはいい匂いがするよこんだけ10分
くとか、まあ今日喋ってきて、オチそこっすか。そこでいいんだけど、たださ内容の話はほとんどしてないね。してないですね。ただじゃあまとめるんならば、はい、夏吉さんが3カ国語喋ってたって。喋ってました。本当になんかもう土佐弁がもう本当に大変というか、ねめちゃめちゃ頑張ってて、もうね終わった後 OK ってなった後も拍手巻き起こりましたもんね、今日。ねいや思ってる以上に大変だから、英語もあるじゃん。そうですね。これがまたみんなネイティブがいるからさ、指導が激しいじゃん。激しい、ねちゃんとしてますよね。もういいじゃんと思うんだけど、そこはこだわってやってるのもいいところですよね。そうですね。ちゃんとその方言とかに関してはもうビシバシちゃんと入っているので、だから梅田がもう方言とか英語とかが全くないことを願ってます。いつかあるかもしれません。いやないです。ないです。ここで言っとけばなくなるからってことですか。ないですよ。あるかもしれません。ははいい、ということで、はいはい、お後がよろしいようで、はい今回のアフレコアフタートーク担当は芦屋瑞希役の山根彩と、梅田北斗役福山潤の2名でお送りしました。はい次回の担当は誰がやるのかな、お楽しみに。バイバイ。